ちょっと、今どこにいるの？ああ、沖縄だよ。え、お父さんの葬儀中なのに何してるのよ。すると電話の声が弟嫁に変わった。私たち、今旅行を楽しんでるんで、邪魔しないでください。今日この後、高級ホテルに泊まるんですよ。もう100万も使っちゃいました。お金の出所を聞くと、弟嫁はまさかの発言をした。お父さんの通帳から下ろしました。それを聞いた私は大爆笑した。通帳の名義は確認したかしら。私の名前はのぞみ、37歳の会社員だ。私はいわゆる大企業と呼ばれる会社に勤めている。自慢じゃないが、昔から勉強ができたので、私は高校も大学もレベルの高い学校に進学した。そして学歴が良かったことが功を奏して、私は大企業に就職することができた。そこで私はずっと仕事に打ち込んできた。もちろん仕事が好きだったこともあるが、もう一つ理由があった。それは父への恩返しのためだ。私の家は父子家庭だった。母は私が12歳の時に病気で亡くなってしまった。それから父は仕事をしながら、私と弟の2人を一生懸命に育ててくれたのだ。父はもともと仕事人間だった。それは一家の大黒柱として、家庭を守っていかなければいけないという使命感もあったと思う。だが父はまだ小さい私たちのために、仕事よりも家事を優先してくれるようになった。本当なら出世を目指して、どんどん仕事を取っていく年齢だったのに、それを捨てて、父は私たちを選んでくれたのだ。俺にとって仕事とは家族のためのものだ。大事な家族が不幸になるのなら仕事なんてやめたっていいくらいだ。子供ながらに父の仕事について聞いた私に、父は笑ってそう語った。この時、私は父の懐の深さと父親としての子への愛情を感じた。それ以来、私にとって父は最も尊敬する人となった。そして父は慣れない家事もとても頑張っていた。最初はやったことがない家事に悪戦苦闘していて、料理なんかは母の手伝いをしていた私の方が得意だったほどだ。だけど父は少しずつ家事に慣れてきて、料理も一人で上手にできるようになった。私が高校生の時は、お弁当を毎日作ってくれたほどだ。私は絶対に大人になったら、父に恩返しをしようと心に決めていた。そんな風に父に感謝していた私だが、一方で弟はそうではなかったようだ。弟は父のことをあまり好いていなかった。子供の頃、母が大好きだった弟は、母が亡くなったことがショックで、塞ぎ込んでいた。父は何とか弟に寄り添って、心を開いてもらおうとしたが、なかなかうまくいかなかった。父の優しさがすべて逆効果だったようだ。弟は母が亡くなった当時はまだ7歳で、小学1年生になったばかりだった。まだ精神的に子供だった弟は、父が家事ができずにあくせくしているのを恥ずかしいと感じていた。こんなまずいもの食べられないよ。お母さんの料理が食べたい。そう言って父の料理を食べようとしない弟に、私がよく代わりに怒っていた。だが父は、ごめんな、父さんもっと料理を頑張るから、と言って、弟を叱ることは一切しなかった。父の中では、母の代わりに慣れていない申し訳なさもあったと思う。だが弟は父が怒らないことをいいことに、どんどんわがままになった。なんで父さんが家事をしてるんだよ。男のくせに恥ずかしい。料理なんて女のすることだろ。こんなのが父親だなんて恥ずかしいよ。弟は反抗期に入ると、さらに父を罵倒して避けるようになった。父はさすがにひどい言葉を言われた時は怒っていたけれど、弟は全く聞く耳を持たなかった。そして弟は都合のいい時だけ父を利用するようになった。父さん、お小遣いちょうだい。いくらだ？とりあえず1万円かな。そんなことを言う弟に、
私がキレる。何バカなこと言ってるのよ。小遣いなんてゲーセンとかでしか使わないでしょ。1000円でいいでしょ。はあ？そんなんじゃちょっとしかゲームできないじゃんか。ジュース代と合わせたら全然足りないよ。わかった。さすがに1万円は渡せないが、5000円ならいいぞ。そう言って、父は財布から5000円札を出して弟に渡した。弟はニヤッと笑いながらそれを受け取る。お礼すら言わない弟に私は呆れていた。その後も弟は基本的に父のことを避けていたのだが、お金が必要な時だけはたかっていた。学校だって私立で学費が高かったし、大学受験に失敗し、浪人して予備校にも通った。だが弟は予備校に通わせてもらったくせに全然勉強しなかった。結果的に受かったのは予備校に行かなくても受かるレベルの私立大学。それなら予備校なんて行かなくてよかったのにと私は思ってしまう。そして弟は大学3年生の時に単位が足りなくて留年までしてしまった。弟が高校に入ってから大学を卒業するまでにかかった学費は相当な額だったと思う。その頃には私が家のことを全部できていたので、父は仕事の時間を増やして残業などもして稼ぎを多くしていた。だからなんとか学費を支払うことはできていた。だけど弟はそんな父の頑張りにありがたさを感じることなく、当たり前のような顔をしていた。弟は莫大な費用をかけて大学を卒業したが、就職をすることができずにフリーターになった。そしてフリーターだと給料が少ないからと、しばらく実家に居座っていた。それはそれで仕方ないし、そういう家庭もあるだろう。だが弟はそうやって父の世話になっているにもかかわらず、父のことを嫌っていた。だから父に対して相変わらずひどい態度をとっていたのだ。ここまで来ると、さすがに精神的に子供すぎる。私は弟に失望していた。どうしてここまでしてくれた父に感謝をすることができないのだろうか。私が父に対して恩返しをしたいと思っていたのには、弟が父に対してひどい態度をとっていたことも理由の一つになっていた。だから私は一生懸命に仕事を頑張っていた。父の誕生日には私のおごりでご飯を食べに行った。その時にはさすがに弟にまでおごりたくなかったので、私はこっそり父をお寿司に連れて行った。だがその時も父は、マサトにも食べさせてやりたかったな、とつぶやいていた。普段弟からひどい態度を取られているのに、そうやって優しい言葉を言えることに、父の器のでかさを感じた。その後、弟は長年バイトをしていたコールセンターで正社員になれたらしい。そしてすぐに実家を出て一人暮らしを始めたそうだ。その時に父には出ていく前の日に言ったそうで、いきなりの報告に父は驚いたそうだ。私はその話を聞いて呆れてしまった。せめて家を出ていく前くらい、今まで世話になった感謝を言ってあげてほしかった。私は我慢ができずに弟に電話をした。あんたね、どれだけお父さんに世話になったと思ってるのよ。感謝ができない人は会社でも成功できないよ。私がそうやって怒ると、弟はめんどくさそうにしながらこう言った。親がこの面倒を見るのは当たり前だろ。いちいち感謝するほどのことでもなくね。私はさすがに頭にきた。いい加減にしなさいよ。あんたには心ってものがないの。お父さんがどれだけあんたのために尽くしてきたか、なんでそれがわからないの。お世話になったら感謝をするのが基本でしょ。私は気づいたらそのように怒鳴っていた。だが弟には全く響かなかった。何怒ってんだよ。めんどくさいな。別に父さんは俺に何にも言ってこないんだからいいだろ。ここまで来ると、もう呆れて物も言えなかった。それじゃあ、そうやって感謝の気持ちを持たずに生きていればいいわ。私はそう言って電話を切った。それから数年が経ったが、弟は一度も実家に帰っていないらしい。
父ももう弟のことは諦めていたようだ。私は定期的に実家に帰って父と飲みに行ったり、休みが取れた時は温泉旅行に行った。できれば婚約者でも連れて結婚の報告でもできればよかったが、私にはあまり縁がなかった。まあ仕事に打ち込むのが性に合っていたというのもあるが、そんなこんなで気がつけば私は37歳という年齢になっていた。未だに独身の私だったが、父は特に何も言ってこなかった。そんな中、私よりも先に弟が結婚することになった。弟は現在32歳なのだが、1年ほど付き合っていた彼女と結婚を決めたらしい。ある日、珍しく電話がかかってきて、結婚の挨拶をしたいと言ってきたので、私は驚いた。父と一緒に弟の婚約者と会った。弟と会ったのは5、6年ぶりだ。私も父も若干緊張していたが、弟は淡々と結婚についての報告を進めていた。そしていきなりこんなことを言ってきたのだ。結婚したらこの家で父さんと同居しようと思うんだ。私はびっくりして弟を見た。あれだけ父を嫌っていた弟が何を言い出すのだろうか。父も目を見開いて驚いている。どうして同居？私がそう聞くと、弟はこう言った。今までの恩返しだよ。ようやく父さんのありがたみを知ったから。弟が感謝の言葉を言ったので私は驚いた。父は少し涙ぐんでいた。やっと親の愛情が伝わって嬉しいのだろう。そして結果的に、弟夫婦は結婚後に父と同居することになった。私はそれでも少し心配だったので、父に定期的に連絡をして状況を聞いていた。父が問題ないよと言っていたので、とりあえずは安心していた。だがそれから半年ほどが経った頃、父は急病で倒れてしまい、入院することになってしまった。医師からは末期がんだと宣告されて、私は頭が真っ白になった。医師曰く、父の余命はわずかだそうだ。絶望する私だったが、少し気になることがあった。弟夫婦が病院に来ていないのだ。私はすぐに弟に電話をした。父さんが倒れた。そうなんだ。いや、そうなんだじゃなくて、あんた今どこにいるのよ。パチンコだよ。今当たってるから後でな。あ、ちょっと。そう言って弟は電話を切ってしまった。私は病室のベッドで寝ている父に同居生活について聞いた。お父さん、正直に答えてね。同居生活は本当に問題なかったの？私がそう聞くと、父は少し黙った後、真実を告げた。どうやら弟夫婦は定年退職をしてずっと家にいる父をこき使っていたらしい。男だけど家事はできるからといって、弟は嫁に父に家事を任せていいと言ったそうだ。その結果、弟嫁は一切家事をせず、父に全部丸投げをしたらしい。父は長年シングルファザーとして、家事と仕事を頑張ってきて、体はボロボロの状態だったから、今回のでガタが来てしまったのだろう。そんな状態じゃ、急病で倒れてしまうのも無理はない。癌だったことは結果的に見つかったことだ。その前に倒れたのは、きっと弟夫婦との生活が原因だろう。そして弟夫婦は父が倒れたと聞いても、病院にも来なかったのだ。それから父は入院生活を送ることになった。だが長くは持たなかった。父は病院のベッドの上で息を引き取った。私は父の最後に立ち会うことができた。最後に言葉を交わすことができてよかったと思う。それから私はすぐに葬儀の手配と準備を進めた。弟に電話をして父の死を報告すると、そうか、まあ十分人生を全うしたんじゃないの？と適当な返事が返ってきた。私はもう反応するのも嫌になり、葬儀の日時だけを伝えて電話を切った。だが弟夫婦は葬儀の日になってもやってこなかった。
私は慌てて弟に電話をした。まさか忘れてるなんてことないよね。電話の後にちゃんとメッセージでも送ってるし、それについての既読もついていた。だから弟は葬儀の日時も場所も分かってるはずなのだ。私が電話をすると、何コール目かで弟が電話に出た。もしもし。どうした？ちょっと、今どこにいるの？ああ、沖縄だよ。お父さんの葬儀中なのに、何してるのよ。何って、旅行だよ。はあ、何バカなこと言ってんのよ。別に姉ちゃんが葬儀に行くんだから、俺はいらないだろ。そういう問題じゃないでしょ。私は思わず声を荒げた。すると電話の声が弟嫁に変わった。私たち、今旅行を楽しんでるんで、邪魔しないでください。今日この後、高級ホテルに泊まるんですよ。一体何を考えてるのだろうか。そして息子嫁は聞いていないのに、自らいろいろと話し始めた。もう100万も使っちゃいました。は、100万。私はそんなお金が弟夫婦にあることにびっくりした。一体どこからそんなお金を手に入れたの？お金の出所を聞くと、弟嫁はまさかの発言をした。お父さんの通帳から下ろしました。は。それを聞いた私は大爆笑した。何笑ってるのよ。あ、勝手に使われて頭にきておかしくなったのかしら。そのように言ってきた弟嫁に、私はこう言ってやった。通帳の名義は確認したかしら。名義？弟嫁はきょとんとした声を出した。それはもちろん、お父さんの名義ですよ。本当にそうかしら。銀行ではどうしたの？普通は本人じゃないと下ろせないようになってるはずよ。いや、でもマサトが窓口に行ったら普通に下ろせたけど。だったらその通帳の名義はマサトのものってことよ。そんな。でも確かにお父さんの部屋で見つけたものなのに。お父さんは大昔にマサトのためにお金を少しずつ入れて、いつか大きくなった時に援助できるようにしようと考えていたことがあったの。だけどマサトからひどい扱いを受けるようになって、途中でそれをやめてしまったのよ。あなたは昔父がマサト名義で作った通帳のお金をマサト本人がただ使ったっていうだけよ。なんだ。じゃあ別に問題ないじゃないですか。そうね。でもあなたたちが失ったものは大きいわよ。私はそう言って電話を切った。そしてすぐに行動に移した。私は弟夫婦が住んでいる実家の名義を相続していた。だからすぐに売りに出したのだ。すると3週間ほど経った頃、弟から電話が来た。おい、なんか退去勧告の通知が来たけど、これどういうことだ？父さんのこの家は俺が相続したんじゃないのか？私はため息をつきながら説明をしてあげた。何の手続きもしないで自動であんたのものになるわけないでしょ。私が相続してすでに売ったのよ。そんな嘘だろ。そんな嘘つかないわ。すぐに家を出て行かないとあなたたち捕まるわよ。なんでこんな仕打ちをするんだよ。姉ちゃんひどすぎるぞ。ひどいのはどっちよ。お父さんをこき使って苦しめて、挙句の果てにはお金を盗んで、葬儀中に旅行なんてありえないわ。恥を知りなさい。今回のことはあんたの職場にも知らせたから。は？退去勧告の通知をあんたの職場にもあえて送ったのよ。そんな。とにかく私とあんたはもう赤の他人ってことで、私はあんたと兄弟の縁を切るから。ああ、そうそう。遺留分が数十万ほどあるみたいだから、最後の贅沢に使えば。私はそう言って電話を切った。それから一切弟夫婦とは連絡を取っていない。というか、向こうが私に連絡を取れないようにしているのだが、親戚の話だと、弟は今回の件や、父への態度のことなど、
すべて職場中に知れ渡り、冷たい目で見られるのに耐えきれずに仕事を辞めてしまったそうだ。また家も追い出されて、現在はアパートで2人で暮らしているらしいが、弟が仕事を辞めてしまったので、家賃が払えずにすぐに追い出されたらしい。現在はどうしているのか知らないが、弟嫁は浪費癖がある人だったそうなので、貯金なんてなくてカツカツの状態だろう。だが私は絶対に助けないし、もう会うことは二度とない。これからは私は一人で生きながら、自分の人生を充実したものにしていきたいと思う。私は警戒した。夫はやけにニヤニヤしている。そして笑いながらこのように言った。もう中古のババアは無理だ。離婚してくれ。私は突然の離婚宣言に驚いた。だが答えは一つだ。いいわよ。え、夫が間の抜けた声を出した。お前本気か？私の名前はのぞみ。現在47歳の会社員だ。夫の正人とは結婚して23年が経つ。夫は3歳年上の50歳で、一般企業で部長を務めている。結婚したばかりの頃は夫は私をとても愛してくれて幸せな夫婦生活を送っていた。しかし今は完璧に夫婦の関係は冷え切っている。私たちには娘が一人いるが、大学を卒業して就職と同時に家を出て一人暮らしを始めた。夫婦二人になってしまった後は、ほとんど会話すらしない日々。たまに話したとしても、すぐに喧嘩という感じだ。夫は昔から家事を手伝ってくれることはなく、ただただ不満だけが募る毎日だ。ある日、私は残業を終え帰宅。だが居間に入ると、何もせずにソファーに寝転がってテレビを見ている。私が帰ってきていることは分かっているだろうに、お帰りの一言もなければ私の顔を見ることもない。私よりも早く帰ってきてるなら、せめてご飯を作るとか風呂を入れてくれててもいいのに。しかし夫はそんなことは一切せずに、それどころか脱いだ服を脱ぎ捨てている状態。ねえ、脱いだ服くらい自分で洗濯かごに入れてよ。別に、そんなの後でいいだろ。後っていつよ。飯食ってから。っていうか早くご飯作ってくれよ。俺は腹が減ってるんだ。そんなこと言ったって私、今帰ってきたばかりじゃないのよ。そうやって文句ばかり言うなら、ご飯を作って待ってくれるか、手伝うとかしてくれてもいいじゃないのよ。はあ？俺は仕事で疲れて帰ってきてるんだ。それに家事は女の仕事だろ。文句言ってないでさっさと作れ。何よその言い方。部下を持つ人間だとは思えないわ。お前が何を言っても俺は部長だからな。それに俺は部下から慕われてるんだ。そんなの嘘よ。あんたなんかについてくる部下なんていないと思うわ。まったく聞き分けの悪い嫁だな。そもそも要領悪く残業なんてしてるお前が悪い。今は繁忙期なの。みんな残業してるんだから私が仕事ができるできないは関係ないわよ。それじゃあお前の働く会社はみんな要領が悪いんだな。はあ。私の同僚や部下をバカにするのはやめてよ。じゃあお前が仕事を辞めればいいだろ。どうしてそうなるのよ。私は仕事が好きで働いてるし、あなたも結婚後は働き続けていいって言ってくれたじゃない。それは昔の話だろ。お前みたいな中古品のババアを雇ってる会社もどうかしてると思うぞ。中古品って何よ。そんなひどい言い方するのやめてくれない？俺は事実を言ってるだけだ。っていうか口を動かしてないで手を動かせよ。飯を早く作れ。もう知らないわ。私、外で食べてくる。はあ？おい、ふざけんな。私は、夫との口喧嘩を強制的に終わらせて外に出た。こんな感じで夫とは口を開くと喧嘩ばかり。娘がいた頃は、娘がいたからなんとなく家族での会話もしていたが、
娘がいなくなった今、口喧嘩以外で会話をすることはほとんどない。夫とは恋愛結婚をしたはずなのに、どうしてここまで冷え切った関係になってしまったのか。しかも私たちが付き合ったのも、夫からもうアプローチをしてきたことがきっかけだった。交際中は夫はものすごく私に優しくてたくさん尽くしてくれた。そして結婚だって夫がプロポーズしてきたから結婚に至った。愛されて結婚するのが女性の幸せって思ってたから、夫がこのように私に対して冷たい人に変わってしまったことは正直寂しい。夫が変わったと思うのはここ数年だ。なんとなくだけど浮気してる気がする。だけどなかなかガードが固いので、証拠になりそうなほころびが出てこない。興信所に頼もうと思ったりもしたが、心のどこかでまだ夫を信じてる自分もいる。関係はこんなにも冷めきってるのに、おかしいと思うかもしれないが、やっぱり23年も連れ添った仲なので、夫を信じたかったのだ。そんな風に悶々とした日々が続いていた。そして一緒に過ごすたびに夫への不満も募っていた。その後も仕事と家事を頑張りながら数ヶ月が経った頃、夫が話があると言って私を居間に呼んだ。一体何の用だろうか。話があるって何？私は警戒した。夫はやけにニヤニヤしている。そして笑いながらこのように言った。もう中古のババアは無理だ。離婚してくれ。私は突然の離婚宣言に驚いた。だが答えは一つだ。いいわよ。夫が間の抜けた声を出した。お前、本気か？俺は離婚って言ったんだぞ。ええ、わかってるわよ。結婚生活をやめるって意味よね。離婚なんてしたら色々と大変だぞ。それこそ世間体とか気にしないのかよ。これから大変なのはわかるけど、別に私は働いてるし、世間体とかも別に気にしないわよ。今の時代、離婚経験者はいるでしょ。まあそうだけど。っていうか、離婚を切り出したあなたの方が焦ってるのってどういうことよ。もしかして私が離婚はしたくないとでも言うと思ったの？いや、でもそんなに簡単に返事をするとは思わないだろ。でも離婚したいって言ったのはあなたよ。私が離婚を承諾したら、あなたにとっては嬉しいことなんじゃないの？それはそうだけど。もしかして脅しとか？離婚したいっていうのは口だけかしら？そんなわけないだろ。じゃあ離婚しましょうよ。それで離婚届は？今は手元にはないんだ。はあ。普通そういうのは準備しておくものでしょ。容量が悪いのね。うるさい。ちょっと待ってろ。今すぐ取ってくるからな。夫は私の挑発に乗り、すぐに離婚届を取ってきた。本当にいいんだな。しつこいわね。さっさと離婚届を書いちゃいなさいよ。わかったよ。言っておくけど、俺は浮気はしてないからな。いきなり何？あなた、不倫してるの？だからしてないって言ってるだろ。そんなことを言い出す方が怪しい。財産分与はきっちりとしましょう。私がすんなり離婚を受け入れたことに夫はかなり驚いたようだったが、今までの夫の態度やひどい暴言を考えると当たり前だろう。むしろ離婚したくないと思う人なんていないんじゃないか。私もしっかりと働いているので別に生活に困ることはなかった。夫との離婚が決まった後、娘にもすぐ電話で離婚したことを報告した。さすがに娘も驚いていたが、娘も夫の今までの私への言葉や態度を見たり聞いたりしていたので、私が離婚をすぐに承諾したことに納得していた。ところで、あなたのところにお父さんから電話とかメール来てないの？今はまだ来てないけど、今日あたり来そうだね。
夫は娘のことを溺愛している。だが娘は父親である夫のことをあまり好きではない。娘が子供の頃、夫は仕事が忙しいと言って、娘の学校行事に参加することがほぼなかった。そのため娘はとても寂しい思いをしていたのだ。しかもそんな状態で私へのひどい言葉や態度を見ているので、大人になるにつれて夫に対しての嫌悪感が増しているようだ。お父さんって本当にひどいわね。やっぱり最低な父親だよ。あ、待って。今ちょうどお父さんから LINE が来た。え、なんて言ってるの？母さんと別れることになった。寂しいから遊びに来てくれよだって。絶対にお父さんがいる家には行きたくないわ。むしろ、これで気兼ねなくお母さんと会えるから嬉しいわ。今度、ご飯食べに行こう。ええ、いいわよ。やったー。っていうかお父さんはどうしていきなり離婚を切り出してきたんだろうね。なんか聞いてもないのに浮気はしてないぞって言ってたから、もしかしたら不倫してるのかもね。だとしたら最低だわ。まあ、憶測でしかないけどね。もし本当だったらお父さんと完全に縁を切るわ。そんな会話をして私は娘との電話を切った。それから約1ヶ月ほどが過ぎた。私は娘と待ち合わせしていたカフェに行った。お母さん、久しぶり。半年ぶりくらいかな。すごい元気そうで肌も綺麗になったね。ストレスが減ったからかも。今は一人で暮らしてるんだもんね。ええ、会社近くのマンションに住んでるから、通勤も楽になってすごく快適に暮らしてるわ。2人分の家事をする必要もなくなったし、お友達と遊ぶ時間や趣味の時間もたくさん取れて幸せだわ。それは良かった。こんなことなら早く離婚すればよかったって思うわ。確かにあの気難しい顔を見ながら家事をしなきゃいけないのは嫌だよね。本当にそうよ。あの人、私のこと中古品のババアだなんて呼んだのよ。ありえないわ、最低。娘と一通り近況を報告し合った後、娘が少し気まずそうにある話をし始めた。っていうかさ、お母さん、この前にお父さんが不倫してるかもって言ってたじゃない。私、気になって興信所に頼んで調べてもらったの。そうなの？それで調査結果はもう出たの？これが結果だよ。私は緊張しながら娘から渡された調査結果を見た。そしてそこには夫が若い女と親密そうに腕を絡めながらホテルや家に入っている写真が入っていた。これって不倫ってことよね。それ以外考えられないでしょ。私はショックだった。やっぱり夫は新しい女を作って私を捨てたのだ。お母さん、悲しんでる暇はないよ。こうやって証拠を得たんだから慰謝料を取るべきでしょ。そうね。っていうか、あなたが依頼してくれた興信所のお金も払わないといけないわね。それはお父さんから慰謝料を奪ってからでいいよ。でも、もう別れてるのに不倫の証明ができるかしら。実はその証拠ももう取ってるんだ。どういうこと？そう言って娘は他にも資料を用意していた。これ、お父さんと不倫相手の LINE のやり取り。どうやって手に入れたの？お父さんの私への好意を利用しちゃった。話によると、娘は夫に会いに家まで行き、手料理を振る舞って酒を大量に飲ませたらしい。娘と2人で食事ができることや、手料理を振る舞ってもらえたことに気持ちが舞い上がった夫は、勧められるがままに酒を飲み、酔いつぶれたらしい。そして娘は酔いつぶれた夫の手を使って夫のスマホの指紋認証を開けて、LINE のやり取りをスクショし、それを自分の LINE に送って証拠をゲットしたそうだ。あんたすごいわね。だって、
私たちを裏切って不倫したお父さんが許せなかったからね。これだけあればお母さんは勝てるわ。そうね、ありがとう。あの人と不倫相手と徹底的に戦うわ。そして私たちは元夫を呼んで慰謝料について話すことに。私がいると元夫は来ないだろうから、娘が2人で会おうとしている体でカフェに呼ぶことに。娘と元夫が一緒になったところで私が席に向かう。すると元夫はとても嫌そうな顔をした。なんでお前まで来るんだよ。私だってあんたに会いたくないわよ。だけど大事な話があるの。はあ？話ってなんだよ。あなた、不倫してたでしょ。何言ってんだよ。そんなことしてないって離婚の時に言っただろ。あの時はうまく隠せてたようだけど、まあプロの目は盗めなかったようね。私はそう言って、娘が興信所からもらった不倫の証拠写真をテーブルに広げた。元夫は驚いていたが、これはお前と別れた後に付き合った相手だ。だから不倫じゃないと主張した。まあ、そう言うと思ったわ。実は証拠は他にもあるのよね。そして私は、これまた娘が用意してくれた元夫と不倫相手の過去の LINE のやり取りを印刷したものを見せた。これの日付って、すべてまだ私たちが夫婦の時よね。さっきの写真と合わせて確実に証拠になるわ。どうやってこれを？お父さんと実家で飲んだ日、私がお父さんのスマホを開けて全部調べたの。お前そんなことしてたのか。最低だぞ。いくらなんでも父親のスマホの中を勝手に見るなんて。最低なのはどっちよ。妻がいて娘もいるのに、家庭をぶち壊すようなことを平然とした人の方が絶対に最低でしょ。不倫なんてことした人が私に文句とか意見とか言ってこないで。お父さんなんて大嫌い。大好きな娘に大嫌いと言われて元夫はひるんでいた。証拠がこれだけ揃ってるので、慰謝料を請求するから。何言ってんだよ。俺たちはもう別れたんだ。慰謝料を支払う義理はないだろ。はあ、あなたって本当に無知なのね。浮気の時効は3年よ。つまり、別れてまだ1ヶ月程度しか経っていない私は、余裕で慰謝料を請求できるってわけ。そんな。じゃあ話はこれで終わりだから。後のやりとりは弁護士を通してしましょう。お父さん、私、最後に言い忘れてたことあったんだった。なんだ。何かを期待するような顔を娘に向ける元夫。お母さんのこと、中古品のババアなんて呼ぶ資格あなたにはないよ。っていうか、それを言うならお父さんも中古品のジジイだよね。自分のこと棚にあげて相手の悪口言うのやめた方がいいよ。もしそれを部下にやってるなら、お父さん相当嫌われてるだろうね。娘の私にもこんなに嫌われてるわけだし。あと今日限りでお父さんとは縁を切るから。二度と連絡してこないでね。娘が畳みかけるようにこのようなことを言ったので、元夫はショックで固まっていた。目には涙を浮かべていたが、特に触れずに私は娘と一緒にカフェを出た。そしてその後は、そのままもう一人の対戦相手のもとへ。それは元夫の不倫相手だ。別のカフェにて会うことになっていた私たち。私と娘が向かうとすでにその女はいた。タバコを吸いながら待ち構えていた女。あんたたち、何の用があって私を呼んだわけ？簡潔に言うわ。不倫してたことについての慰謝料を支払ってちょうだい。慰謝料。私はあの人が独身になってから付き合い始めたのよ。不倫じゃないでしょ。私は元夫にも見せた証拠を見せた。これで不倫だという証明はできてるの。弁護士からも慰謝料は取れるって聞いてるわ。でももう離婚してるでしょ。だったら慰謝料は取れないでしょ。あなたもアホなのね。
元夫もそうだけど、やっぱりルイは友を呼ぶのかしら。何よ。私をバカにしてんの。中古品のババアのくせに。元夫はあなたにもそんなことを言っていたのね。ほんと、お父さんって最低ね。こんな若作りの古いメイクしかできないおばさんのどこが良かったんだろ。あんた何様のつもりよ。私からしたら、あんたもただのおばさんだからね。しかもただの派遣社員でしょ。ずっと正社員で働いて課長の役職についてるお母さんの方が、よっぽどまともでしっかりしてて尊敬できる女性だと思うわ。勘違いしないでね。派遣社員をバカにしたんじゃなくて、あなたがお母さんよりも劣ってるおばさんだってことを分からせるために言っただけだから。なんなのよ。この娘。ムカつくわね。娘が不倫相手にそのように言ってくれてスカッとした。話がそれたけど、慰謝料の件よろしくね。離婚しても不倫の慰謝料の時効は3年だから。そんな。あとあなたの家に内容証明を送ったから。旦那さんにも不倫のことは知られるでしょうね。ちょっと待ってよ。そんなの聞いてないわ。私が離婚になったらどうするのよ。そんなの知らないわよ。人の家庭をぶっ壊しておいて、自分だけいいとこ取りできるとか思わないでちょうだい。不倫相手は顔面蒼白の状態で固まっていた。私と娘はスカッとした気分で店を出た。その後、元夫と不倫相手からはしっかり慰謝料を支払ってもらった。二人とも不倫相手の旦那さんからも慰謝料を請求されたので、極貧生活を強いられているようだ。ちなみに私は元夫の職場にも内容証明を送ったので、元夫の不倫は社内に広まり、元夫は降格処分となったらしい。また娘が元夫の会社の人と一緒に仕事をすることになったらしく、その時に元夫のことを聞いたそうなのだが、元夫は上司の中で一番嫌われていたらしく、不倫騒動で降格処分になった時、社員全員が喜んでいたらしい。やっぱりなと思いつつも、全員が喜んでいたのを想像すると笑ってしまった。唯一の取り柄だった高収入もなくなったあの人に、興味を持つ人なんて誰もいないだろう。せいぜい、残りの人生を寂しく孤独に過ごせばいい。一方、私は順調に仕事とプライベートを両立している。これからも娘や友人と定期的に会ったり、趣味の時間を作ったりしながら充実した日々を過ごしたいと思う。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。